2016年のセ・リーグはまさに赤一色、カープの年でした。25年ぶりのリーグ優勝で日本中に赤ヘル旋風を巻き起こしました。今回神ってる男が勝利の原動力となった美味しい記憶を語ってくれました。地元広島だけでなく日本中が沸きに沸いた広島カープのリーグ優勝。打線の要として優勝に貢献した神ってる男が。よろしくお願いします。リーグ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。そう、鈴木誠也外野手22歳。今年その才能を開花させ大ブレイク。2試合連続サヨナラホームランなどここ一番で快音を響かせました。そして神がかり的な活躍により生まれた言葉神ってるは2016年の新語・流行語大賞に輝いたのです。神ってると言われたことについては。そうですね、あの言葉があって、それでこう全国のファンの方々以外の方にも名前を覚えてもらったりもしているので、すごいありがたいなという気持ちもありますし、でも個人的には、その言葉をずっと使い続けられてるのもちょっとやっぱ嫌打ったらすぐ神ってるみたいなのもあったので。そんな鈴木誠也選手にとっての美味しい記憶とは。僕が小学校ぐらいですかね、お父さんが喫茶店を働いていて、でそこの生姜焼き定食が一番僕は好きで、小学校終わってから毎日行ってそれを食べて。鈴木誠也選手は1994年東京都荒川区で生まれました。自身も野球経験のある父宗人さんは1歳の頃から誠也選手を野球に触れさせました。これがその頃の映像。見事な投げっぷりですね。小学2年生の時、父が監督を務めるリトルリーグに入団。ここから父と子の猛特訓が始まりました。厳しかったですね。お店の横に空き地があって、そこで練習させられたりとか、ティーバッティングとか、そういうスペースを勝手に作り始めたので、子供からしたら最悪な親でしたね。父が経営する喫茶店の倉庫脇に作った練習場で夜遅くまでバットを振る毎日。父はつきっきりで独自の指導をしていたといいます。一番特殊だったのは本当こんぐらいの鉄パイプのバットを作ってもらって、そういうゴルフボールをちっちゃい細いバットにすごい小さいボールを打つっていう練習はすごい特殊だったかなと思います。同じ荒川区が舞台ということからついたあだ名はリアル巨人の星。厳しい練習の合間に毎日父が作ってくれたのが生姜焼き定食でした。すごいご飯に合う、ご飯がどんどん進んでくるというか、そのおかずがあるのに半分おかず食べたらご飯をもう2杯もう半分ぐらいまで 3倍ぐらい食べれるぐらいの味付けだったんで。それは喫茶店で出していたメニュー。少し辛めの味付けがお気に入りで、これが厳しい練習を乗り切るモチベーションになっていたといいます。そんな父との猛特訓は高校で寮生活になるまで毎日続きました。現在のプロ野球での大活躍。お父さんとの猛特訓は今に生きていると思いますか？それはもう今こうなってるから言えると思うんですけど、でもやっぱり人よりは
小さい時ながらでもやっぱやってたなと思うので、それはこう今になってやっぱこの継続する力っていうのはある程度ついたのかなと思います。今でも夜に素振りを欠かさないという鈴木選手。神ってる活躍の裏には決して神がかりではない努力の積み重ねと、それを支えた父との美味しい記憶がありました。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。笑顔がチャーミングなこの方、清水希容選手22歳。清水選手は技の正確性やキレ、美しさで得点を競う形という種目の日本代表。この競技で全日本選手権3連覇、世界選手権優勝と圧巻の成績を残す日本の絶対的エースなのです。私の美味しい記憶は高校時代に母が作ってくれていたおかずを挟んだおにぎりが一番思い出に残っています。中学校の頃からずっと細いって言われてたので、食べてもなかなか体重が増えない生活をしていて、ちゃんと栄養を取れるようにっていうことを考えて、そのおかずおにぎりというか作ってくださったので。こちらが清水選手のお母さんが作ったおかずおにぎりの写真。それはきんぴらごぼうや牛肉などおかずがはみ出さんばかりに入ったボリューム満点のおにぎり。今でいうおにぎらずです。卵とそのハムを挟んでいるおにぎりが一番記憶に残ってるんですけれども、そのおにぎりが本当になんか美味しくて、もういつも作ってってお母さんにお願いして作ってもらってました。はい。一番のお気に入りは分厚い卵焼きとハムがギュッと詰まったおかずおにぎり。お母さんが娘の体重増加を願って考案したこのおかずおにぎりを毎日のお弁当に持たせるようになると、彼女に大きな変化が。大きいこのぐらいのおにぎりをだいたい3つぐらい食べて、高校3年生の頃には1年生と比べて10キロぐらい体重を増やしてだったので、かなり高校の間に体の変化もありましたし、その結果高校3年生の時に実力が開花。今まで優勝に手が届かなかった清水選手がインターハイ優勝を成し遂げたのです。それをきっかけに国際大会でも実力を発揮。世界トップレベルの選手へと成長したのです。おにぎりをずっと食べてきたので、母の、ご飯で支えられてきたなっていうふうに思ってます。この私の原点っていうところなのかなっていうふうに今も思っています。はい。よろしくお願いします。ロンドンオリンピック柔道女子57キロ級金メダリスト松本薫選手。その鋭い眼光から美しき野獣と呼ばれ大人気となった松本選手。今年のリオオリンピックでも見事銅メダルを獲得。まさに日本を代表する柔道選手の一人。私の美味しい記憶はお父さんが作ってくれたスペアリブです。オリンピック2大会目指すことができたのもお父さんの支えがあったからだと思います。もしもスペアリブがなかったらメダルを手にできなかったかもしれない。そこには知られざる美味しい記憶の物語がありました。松本選手は石川県金沢市生まれ。柔道をやっていた兄と姉の影響で6歳の時に柔道を始めました。実はこの頃松本選手には大嫌いなものが。ご飯の時間が本当に大嫌い
だったので「香りご飯できたよ」って言われた時にもう本当に嫌すぎて「どうしよう、家に帰りたくない、どうしようどうしよう」って本当に思ったぐらい。なんと食事をとることが大嫌いだったのです。食パンも1枚食べれなくて、食べたらお腹いっぱいになったり気持ち悪い。極端に小食だった彼女にとって食事は苦痛の時間。しかし唯一好んで食べた料理がありました。それはお父さんがいつも作ってくれるんですけど、スペアリブ。お父さん料理人なので美味しいんですよ。本当に美味しいんですよ。本当に。松本選手の父健二さんは中華料理店を営む料理人。父が作るスペアリブは彼女にとって数少ない思い出の味なのです。しかし食事が嫌いなことは成長しても変わらず、大学で寮に入るとエスカレート。親元にいる時は全部両親が管理してくれてたんですけど、離れた瞬間に自由になってしまって、大好きなポテトチップス、炭酸飲料、アイスクリーム、チョコレートが朝昼晩のご飯でした。アスリートとして終わってますそんな乱れた食生活を続けながらも、なんとびっくり全日本ジュニアを2連覇。国内外で頭角を現し始めました。しかしついに悲劇が起きます。度重なる骨折。些細なことでの怪我が多くなったのです。食生活が乱れて怪我がすごい続いたので、そんな時にお父さんに相談して、でお父さんがご飯をいろいろ送ってもらって、スペアリブをその中にも入ってたんですけど、懐かしいと思って、それやっぱ食べているとお腹いっぱいになってお菓子食べれなくなって、やっぱそういうのがあって、そこからだんだん食に対してすごい意識をちゃんと持つようになりました。父のスペアリブをきっかけに松本選手は生まれて初めて食生活の改善に踏み出したのです。1ヶ月に1度のペースで届く仕送りにはバランスよく栄養が取れるよう計算された父の手作り料理がぎっしり。本当に食事に気をつけたら体質が一気に変わるので、汗の量が変わって、で体がギューって絞られるんですけど、代謝と筋肉の質はまず全然違います。食生活の改善、その効果は絶大でした。2年後の2010年には7つの世界大会すべてで優勝する快挙を達成。そして2012年ロンドンオリンピックでは見事金メダルを獲得したのです。このリオまでは多分体はもっとボロボロになっていたので、食事改善をしなかったら多分いけてなかったと思います。本当に強い体を作るにはいい食事をすることが大切だなと思います。今では仕送りに頼らずともほとんどの食事を自炊するようになり、1日30品目取れるメニューを自ら考案するまでに。その日の練習メニューと疲労回復と肉と魚の割合をどれだけ今週取ってるかっていう割合とか、抗酸化作用の強い緑黄色野菜を多めにしたご飯とか、豚肉を使ったやつを多めにしたりとか、その時の調子に合わせて作っていってます。スペアリブが教えてくれた食事の大切さ、それが2大会連続のメダル獲得の原動力となったのです。感謝の思い、言葉で表せないな。口で伝えるよりも体で表現して、そして世界にお父さんを連れていく、それが私の感謝の思いです。君が少しずつ成長していくから私も成長した。
君がいつか世界を夢見たから、私もずっと応援したいと思った。だけど本当はこう言いたいの。一緒にご飯を食べよう。美味しい記憶を作りたい。キッコーマン。私は今までに何度も美味しいと口にしてきただろう。あの日食卓で感じた楽しさ、嬉しさ、美味しい記憶が増えていきますように。食にまつわる思い出やエピソードを募集しているあなたの美味しい記憶を教えてください。エッセイ作文コンテスト始まったのは2010年。毎年幅広い世代の皆様から数多くの心温まる作品が寄せられています。こちらはカナダに住むおじいさんが作るカリカリのベーコンにまつわるエピソードを書いてキッコーマン賞を受賞した小学4年生。昨日の夜放課してまた来た時はいっぱいまたベーコン用意しとくねってきました。嬉しいね。そんなエッセイコンテストをもとに始まったドキュメンタリー番組がおいしい記憶。おいしい記憶聞かせてください。閉店してしまった店のあの味をもう一度食べたい。いや、かなりパワーアップしてる感じありますね。美味しくなっている。すごく美味しくなってる。旨味がものすごく凝縮されてる。亡くなったおばあちゃんの味を再現したいといった食にまつわるさまざまな願いを叶えていきます。優しかった。優しかったですもう本当にお世話になって。おばあちゃん子。おばあちゃん子です。はい。こちらは不登校だった時代を救ってくれた先生と思い出の片焼きそばが食べたいというエピソード。なんかその時の自分に言ってあげたいですね。ここまで大きくなっておいでって、こんないいことがあるよって。いろんな思いがこもってますよね。番組を見守るのはタレントの藤井隆さんとフリーアナウンサーの吉武文さん。笑いも涙も盛りだくさんで毎月 YouTube にて配信しています。美味しい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 。放送開始以来美味しい記憶に寄り添い続け、今も多くの皆様に共感をいただいているコンテンツです。思い出しますね、当時を。